どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。あれこの画像ゴミついてる。あ、いや違うか。これ画面のゴミか。あ、いや違う。あ、それさやじゃんのさやです。ゴミなんだ。こすってみたらさ、あ、なんだ、それさやかって。今ここのプレビューモニターでこれがね、毎回そうなの。すっごい前にね、覚えてるかな。レジンで 3D アートやった時に、モニターに飛んだレジンが一生ついてて取れなくなってるって。そう。まあでもそれさやなんですけどね。まあさやなんだね、これはじゃあ。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。もう矢田信長、是非もなし、何もしたくねえ。なんとかなるよ。ほよほよ秀吉。徳川家にいます。一人引きこもってる。ということで今回、はい、こちらです。相関図。こうめっちゃこの字可愛いなと思って。確かに。ということで、はい、今回やっていく企画はこちら。何あ逆転の発想相関図から漫画描いてみた。これなんとさやさんのひらめき企画。いや、そうなんか、相関図ってあるじゃないですか。例えばこういうことよ。あ、そう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 、なんか夏目さんちがいて、パラ娘みたいなさ、ね、こういうのがあるんだけど、要はさ、ワンピースの冒頭とかさ、いろんな漫画の巻の頭についてるじゃん。だんだんこう組織とかが複雑化してきた漫画とかにつきがちじゃん。これまでのあらすじとともに出てきた登場人物がどんな関係なのかをサクッと説明するためのものじゃん。だけど逆によってことでしょ。そうだから相関図しかないんでしょ。いや、そうだよ。でしかもそのあらすじも知らないんでしょ。そうない。お互いに、ない。もうこれ50巻ぐらいあるんじゃないのみたいな漫画の相関図があるけど、そんな漫画はないのでっていうので、お互いに俺相関図だけ書いたからお前書けよっていう。最初聞いた時にピンとこなかったんだけど、ってことは待って、勝手に存在もしない強行一派とかみたいなのを書いといて、強行一派、保守派、穏健派みたいな、むずっで端っこにオリジンみたいな組織名書いといて、解放軍みたいな、ややこしい、やばいやばい、こいつに相関図書かすな書かすな、やばいっていうのを書いていいんだと思った瞬間に、めっちゃ面白そうそれってなってやろうよっていう。そうだよ。でもちゃんとその相関図を見て納得する話を書かなきゃいけないんだから。でも相関図網羅しなくてもいいでしょ。そんな感じの漫画なんだろうなの、頭の方を書くっていうまたずる企画。あ、そういうね。でもできる限り無茶ぶり相関図を書いて全部それ入れてほしい。匂わせだけでも。あ、そう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 。よくあるセーブ・ザ・キャットの法則っていうね、脚本術の本があるんですけど、それでいうセットアップは済ませろという話ですね。あ、まあまあわかんないけど、最後の方になって実は新しいキャラクターが全部やってたぜって言われてもみんなってなっちゃうから、その話のメインキャラクターは全員書くけど、そんな話はないのでないので、そう妄想して書くしかない。そうそうそう、お互いを納得させよう。私はこれを見てこの相関図書いたんだったって思わず思っちゃうぐらいの冒頭書けっていうね。そうなので、この後無茶ぶり相関図を書くところから始めるので、超楽しみです。それのシーンで終わりたいもうなので今日はそういう企画です。ぜひどんなお話か考えてみてくださいね。それではやっていきますか。やっていきますか。レッツ相関図。さあ、ということで書いてきましたよ。まずは相関図を、もらいました、ゲンさんから。ちゃんと読んでないんだけど、線多くね、矢印ゲンさんはね、これなんかの公式画像かなっていう感じの、今すごい動揺してるんだけど、とりあえずじゃあしっかり見ますか。今紹介しましょう。せーの、ドン。何これ、現在公開可能な相関図ってどういうことなんだろうね。なんかね、このワード僕好きで、進撃の巨人の現在公開可能な情報ってあったじゃん。あったあった。あれってその時の状況で一旦出せるものですよ、これお出しできる情報これですよみたいな感じで出てて、でそこにも謎があったじゃん。あれすごい好きで、それをパクって現在公開可能な相関図ということにしてみましたね。公開可能なってさ、可能か不可能かをさ判別してる上位存在を感じるよね。俺だよ。この1枚だけでさ、悲劇起きすぎんって思ってる。お母さん失踪してんだよね、これ。多分このカンナギみちるちゃん、みちるです。これがみちるちゃん。ちゃんでもくんでもどっちでもいいです。あ、いいんですか。てか今回これを聞いて、これしかないんだもんね。これしかないから。公開可能な、だって全てがここに入ってるのね。ここに詰め込まれてる。しかも被害者もいるしね。シーケン地下遺体案件被害者。事件起きてるし。みちるちゃんなんか不幸すごくないかな。幼馴染は被害者だし、お母さん失踪してるし、柱の仲間怖すぎてちょっと右上の方見れないもん、ちょっと。増前最古、蛇川薫、牛原隆、金田元気。
これさ、この動物たち絶対ね、検索してね、なんかね、宗教とかって出したらね、元ネタ出てくるからね、これ絶対そう、ゲンさんという男はそういう男なんですよ。これ関与もうさ、これ私が聞きたいんよっていうさ。公開可能な情報だから、そう、関与してるかどうかは分かりませんよっていう意味の関与はってなってるやつ。あ、でもなんかよく見たら、ここは全部女の子なんだ。おー、いいところに気づいて。やばい。上位存在がいる。まあちょっとここまでにしておきましょう。というわけでじゃあ、はい、ゲンさんどうぞ。ごめんね、手書きでゲンさんみたいにスタイリッシュにならなかったんだけど。いいんだけど、ちょっと待って、これ何呉服店？あ、これね、伊藤呉服店。伊藤呉服。字むずっ。学生服とか売ってるさ。なんかここから読み取れる情報だけ書くっていう話じゃん。読み取らせんのやめて。強制スキャン。強制スキャンやめろよ、これ。これこいつだろ。これこいつじゃん。そんなこと一言も言ってないですけど。無理だろ、ここで。ゲンさんがこれを無視して書くのは無理だ。名前初出ってことか。初出。うん、きょうくんとかいくんなんだ、あの二人は。いや、ほんとね、きょうくんと大くんにしても、兄弟くんにしよう。兄弟。うわだけど、ちょっと兄貴の方が大顔じゃないなと思って。快感わかる。なるほどね。まあ、ここら辺は弟ってラブなのでね、兄貴っていうあの感じはちょっとわかる。ナショナル電気店ね。店主同士が同級生で。この店主とこのアムはね、店主の娘です。ああ、なるほどね。で、アムちゃんをカイ君のことを恋に思ってるわ。カイ君はでも妹分だと思ってるみたいな、そういう感じね。そういう感じ、そういう感じ。矢印集中してるのめっちゃ好きなんだよね。もうすでになんだけど、すでにさやと僕の物語の作り方の違いが、いや、そうめっちゃ思った。感情より状況を書いてるじゃん、僕。いや、そうね。でもさやは状況より感情を書いてるじゃん。いや、そうそうそう。まだなんか起きてないんだよね、さやのやつだと。あ、そう、何も起きてない。でもこっち被害者。もう俺も起きちゃってる。被害者いるし。いや、面白いな、これ。すごいどうでもいいんだけどさ、SG ラボがさ、いるんだけど。サヤゲンラボだ。まあ、確かに。これさ、気になっちゃった。気になっちゃったわ。この兄弟人造人間なんだみたいな新しい設定ももうなんも。しかも人造かどうかわからんしね。成功作と失敗作。なんもですよ。しかも同一人物だし、ここ。コンビニ店員の佐々木と樹木教授が。やっぱコンビニ店員は佐々木だろ。でも京都友達じゃん。まずいじゃん、これ。こいつ剣をしてんのに貝が。熱い物語がありそうですね。関係性多くてさ。なんか、ゲンさんが書くってなったら、欲張っておこうかなと思って。この辺とかが増えた。そう。まあ大体わかりました。わかりました。わかりました。ので、ここからは、まずもうちょっと相関図を見ながら、まあ10分ぐらいでいいかな。そうだね、10分ぐらいで相関図を見て、その後約1時間ぐらい最低3ページは書きながら、この相関図が生まれそうな物語の冒頭を書いてくれっていう。かしこまりました。じゃあ行きましょうか。行きましょう。まず相関図を読み込んでください。読みましょう。はい。いやでも、子供の名前に破れるって字ってあまり使わない方がいいのでは？お前漫画読んだことねえのかよ。いや、わかんないよ。意味語かもしれんじゃん。ああ、そういう？あ、また進行対象とかっていう恐ろしいワードがやったり。今気づいたら怖い、これ。怖いな、これ。ちょっと待って、姉妹じゃねえか、こいつら。外周にある関係性見逃しがち。いや、そう。エメとアム姉妹やん。なんかさ、一見全然関係ないところがさ、実は結構関係あるみたいなさ、そういうの好きなんだよね、すごい。いや、わかるけどね。あるよね、なんか。冒頭しか書けないから、申し訳ないけど。しょんぼり。意味深な双子もいるしさ、兄弟が多いのか。確かに。それはなんかテーマに関係してそうかな。考えてねえよ。考えてないとこやばい。考察中しちゃった。考察中だよ。10分間熟読タイムを設けたわけじゃん。見てもわかんねえよ。どこを読するのかもわからないから。何を熟考するのかわからない。できてもねえもん。この後ろのなんかエフェクトみたい、エフェクトってなんていうの、コンクリートみたいな。そうそう。こういうのなんか楽しくなっちゃってるでしょ。作ったら。楽しくなっちゃってる。現在公開可能感さ出すためにさ、機密文書感を出しとこうと思って。そうちゃんと上からこのテクスチャー的な感じで、ちゃんと文字にも載ってる。そう文字もなんかさ、文字もなんかガビッと。そうガビッとしてんだよね。ガビッとしてるから。よし、じゃあ書こうっと。いきますか、じゃあ。行きましょう、もう。まあいいでしょう、もういいよ。この前描いた犬がみんなにすごい好評で嬉しい。なんでそんな俺を化け物になんでその夫を化け物にして描くのじゃあ制限時間はまあ大体1時間で、はい、ぴったり終わればいいですね。でも考えてきてるからもう考えてきてる。そう読みながら映像が頭に流れ込んでくる。天才やん。でもやっぱり関係性オタクとしてはさ、相関図でも書けば書くほどいいけどさ、こいつがこいつのこと嫌いっていうさ感情をさ、相関図の中でその嫌いのさ2文字かもしれないけどさ、実はなんかさ、その嫌いって字をすごくギュッてこうやってクローズアップしてさ、すごいこんな文字数が隠れてたみたいなさ感情があるわけじゃん。好きで嫌いっていう文字ができてる可能性もあるわけ。いや、そうその可能性もある。そしてなぜ引いてみると嫌
になってしまうのかって、はい、そこには深い過去があったり長い時間経過を感じたりとかさ関係性オタクっていうのはねそういうところなんですよね。わかります？はい、まずこれをどういう物語の導入って分かった俺とお前の物語上の違いね。さやの物語ってマジでキャラクター重視だからここに縦軸は何もない存在しないんだよ。そう時間経過存在してない、ね、だからこちらが材料になります、こちらで好きな料理を作ってくださいっていうのが多分さやの方で、でゲンさんのやつは、こんなレシピがあります、材料は自分で揃えてくださいなんて、ね、いやそうだね確かに面白いこれさやはその関係性オタクを発揮できるわけでしょ。いやそうだよ。逆に俺は設定値を発揮できるんだ、そうだよ。俺たちもしかして入れ替わってるここまで言うと入れ替わってる出るようになっちゃってるまずい私たちはさお互いを輝くさせるさそういうこと補い合って生きてきてるってこと、うわねえ誰神社って書いた人神社書かなきゃいけないじゃん。神社をかけとは言ってない。いやなんか懐かしいのなんかさそれがそう夏目さんち現在好評発売中のこちら定期的に出る宣伝このねソロエゴの中で、私がねこう会社員時代にもう会社嫌やっつってしょんぼくれてた場所がずっとね神社だったと。神社でさメソメソしたさやさんをゲンさんが慰めるみたいなさ、イベントもあったからさやっぱり神社描きたいなってなったんだけど、でも神社ってすごい作画がさ大変なの。なんかほらもうこういうのとかさなんかこういうのとかこうザクザクザクとか屋根とかさ本当に多分ねいっちゃん最後に後回しにした描きたくなさすぎて神社なんか最後まで残ってたよね。そうやだ神社やだって言ってでそれでおばあちゃん家の近くの神社をね写真撮ってきてねそれを参考資料に書いたんですけど懐かしいね。懐かしいね、それぐらい神社嫌だからゲンさんが神社って書いて許せない。さやが神社が好きだと思って神社を舞台にしてそうさやさんはね神社好きなんだよね、見てパルテノン神殿なんでさ喋んないと書けないのすごいよ漫画企画のために思うんだけどなんで君はずっと喋り続けるの漫画企画で俺は喋れないって言ってるだろずっとやね腕かゆい今日めっちゃいいからもうさ12分経ってんだよこっちはまだ1ページだよこっちは。たったの12分だってまだあと小学生1回分授業できるよ。その印象強いよね。45分ってくくりって小学校のさ授業1回分だなってなる。で50分になると高校生ぐらいだなって思う。そんな月日を通り過ぎてきたなって思う。エピソードトークでもしよう。エピソードトークするの？生かすでしょ。生かすわ。そうパラちゃんね、ピースがまだできないんです。パラちゃんのピースこれだよね。そうポーズしてって言うとなぜかこうか、こうか、こうでゲイさんがねこの前ね、ピースはこうだよっつってこうやって、パレットの指こうやってこうやってねやってあげたらね、最終的に出来上がったのが無料空所いやマジでさ最近この形するんだよねなんか指をねすごい真剣な顔してねこうやってねパパが教えてくれてたさっきなんだっけみたいな感じでさ指をモニョモニョするのこうしてみたいな自分でやるのよこうやってそうかわいいでこうやってやるとねこの形になるのなぜか無料空所になってマジで無料空所売ってくんのでよくよく考えるとすごい昔の赤ちゃん時代、もっと赤ちゃん時代のパラちゃんが無料空所打ってるっていうのをリスナーさんの報告により映像の中から発見することができて昔から打ってたのあいつパラとピースの間にはね無限があるらしい完全に悟るいやうちの子は天才だぞっていやでも悟と一緒だとちょっと苦労するからやめてほしいなねえゲンさんの話楽しみすぎる。どうしよう期待に添えないかも。嘘ゲンさんが好きな感じの女の子だそうでゲンさんに媚びよでゲンさんにそうこれだよ僕が読みたかったこれだよジュルルってやってほしい。でも俺逆なんだ。そうだよ俺が読みてえのはこういう話だよっていうのをさやので書こうとしてる。なんであれねあれれ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 れいやー何も始まってない。もうちょっとやるか。ちょっと延長しますゲイさんのが見たすぎてほんと集中できないんだけど題材ミスったわ、私利私欲に走りすぎた。というわけでやっと、今終わりました。お疲れ様でした。制限時間約1時間と言いつつ私は1時間45分かけました。いや50分ほぼ2時間。さやさん途中でねちょっと別の仕事してくるわっつって、いやマジでね難産だった。そもそもね漫画のいやでも待ってちょっと考えて。なんだよたっ
トイレ時間をかけてじっくり作ってくれて何も構いやしないんだ。完全に私欲出てんだ。企画としてはオーバーしてるが、まあよく考えたら漫画の冒頭をさ、何山でしたとか言って2時間って全然何山じゃねえんだわ。2時間だったらもう早いいや早い方だ全然。って思ったんだけど、まあ、はい、すいません、オーバーしてます。はい。でもこの企画で唯一障害があったとすると、源さんが描く漫画が楽しみすぎて自分の漫画に集中できないっていう。ただね、ちょっとこれさやの期待に応えてるかが甚だ疑問。いやもう全然期待とかなんもない。ちなみにあと僕ここに書かれてない情報で、さやがポロッとぼやいてたこともちょっと漫画に入ってる。あ、マジ？すごい。そんな妻が言った生活の中のさ、些細なことを覚えている？またポイント稼ぎに来たね。なんなんまあてなわけで、僕が5ページぐらいかな。おお、そんなに 4,5 ページになってんのかな。すごい。さやさんは4ページですね。おお、なるほどね。これの中でどれぐらいさ香ったのか気になるよね。ああ、いや、そうそうそう。さやもこれ多分どれぐらい香ってるか気になると思うけど、さやからいくか。行きましょう。はい、じゃあお願いします。はい。というわけで、はい、1ページ目。これちょっとだからなんかこう玄関に立ってる親子がこう手をつないでる影が部屋の中に伸びてるイメージですね。お父さん、お母さんはどこに行っちゃったの？お母さんはね、お兄ちゃんのところに行ったんだよ。悔しそう。そう。プルプルしてるわ。プルプルしてる。お兄ちゃん、みちる。あ、みちるちゃんね。そう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 。おい。お前は絶対仲間外れにはなるなよ。うわー、なんか宗教的なワード出てきた。いい。柱の仲間とかっていうと出てきたから。好き。こういうワード欲しかった。で、まあまあ時をね、時を減りまして。困ります。お力になりたいのは山々なんですけど、つって、これ今神社ね、これ出てきました。うちの猿回り神社は本当になんもなくて、本当関係なくてすいません。神奈木みちる、隠したとしても無駄だ。ここに遺体があったのは確かなんだ。遺体出た。で、これちょっとビジュアルがね、こんな感じね。こんな感じ。オッケーオッケー。はい。警察の方にもちゃんと調べてもらったので、遺体があった本殿で一体何をしていた？何かしらの儀式か？噂の新興宗教との関連が？おー、すごい。めちゃめちゃ入れてる。偉い。はい。勘弁してほしいけど強くは言えないな。みちるちゃんいいね。そう、みちるちゃんちょっと露骨に僕が好きそうな。そう。ケンさんにちょっとポイント稼いでいこうかと。ポイント稼ぎに来てるこれは。そう、なよなよ系の子。はい、そこのあんた。かっこいい系女子。かっこいい。見たところうちの学生っぽいけど、あいつが人をドロドロにできる玉に見えんのか？かっこみちちゃんね。ノーノーって妄想は家でやるのが一番だよ。帰れ。ありがとうみえちゃん。あんたも連日あの手の対応お疲れさん。ドロドロ人間痛い。もう思い出したくもないのに。おーで終わりです。いや嬉しい。本当？いい、好きな導入。みやちゃんまだいなくなってねえんだ。そうなんです。いやそうだよね。あれしばらくの中に、そう被害者の中にみやちゃんはいたので、もうみんなこの後この子の末路を知ってるみんなは相関図でネタバレされてる。なるほどね。でもまあみやちゃんが事件に巻き込まれてしまったことをきっかけに、なよなよ系のみちるちゃんもこの事件に踏み込んでいくという物語にしてみました。続きをこれ書いてくれよ。原稿料出すからさ。マジよ。ちゃんと1ページ15,000円ジャンプと同じぐらい出す。すごいジャンプと一緒。いいっすね。あ、いいですか。とりあえずまずみやちゃんがいなくなった時のみちるちゃんを早く見たい。みやちゃんがドロドロの遺体になってしまった時に出くわすみちるちゃんを早く見たいよ。そういうことですよ。書けよ。とりあえず新連載大蔵60何ページみたいな。増えすぎ。ちなみに小ネタなんだけど、ここでほらお母さんはねお兄ちゃんのところに行ったんだよっていう、そのお兄ちゃんっていうのがさ、この端っこにいたさみはるなんだけど、お兄ちゃんって言ったけど、お兄ちゃん知らないんだよ。知らないんだよね。そう。物心つく頃にはお兄ちゃんいなかった。そう、お兄ちゃんなんていないのに、お母さんはお兄ちゃんのとこに行ったって言われてて、わかんないままこう事件が過ぎ去りっていう冒頭を書きたかった。これ素晴らしい。やったー。いやなんかさ、これねさやとよく話してんだけど、設定とシナリオ構成だけはカチッと僕が考えた上に、その中でさやにキャラクターを暴れ回らせてもらうっていう制作方式が
僕が一番いいんじゃないかと思っててそうゲンさん自分でね、ずっと僕には感情がないから感情がないっていうかねなんかキャラクターを描く才能は僕あんまないのよ、ないかそうからな。でも自分が好きな設定とかをねうんうん詰めるっていうのは得意なの、それをさやにやってもらうっていうのが一番楽しいかも俺、マジ、うんじゃあこれ楽しかったこれ楽しいわ。あ、よかったもうこれこのままだからいいよ。ちょっと夏目さんしばらく活休していいから。活休した活休ちょっとしたダンゴスは書き今ねあ夏目さんそうねに書いてる漫画を書きながら、夏目さんち活休してあ連載してほしいわ。俺原稿料払って。あ、本当。じゃあしばらく夏目さんちのさやさんは活休に入るので、ゲンさんは夏目さんちやってやってもいいよ。忙しいいいおもろ素晴らしい。いい。やった、ありがとう。めっちゃ好きありがとう。嬉しい。なんかこれ楽しいわこれ。いや、そう楽しかった。めっちゃ楽しかったよ。でもどうしよう。俺期待に応えられてないかもしれない。見たい、超楽しみだもん。ちょっと待って、誰か紙ナプキン持ってきて首にかけるから、もしかしたらよだれが垂れちゃうかもしれないからさ。じゃあ行きます。はい。うわー来た、うわー来た、うわーすごい。なんかもうデミグラスソース全液で飲んでる気持ち。双子は古来より信仰の対象だった。それは常に対をなす。陰と陽、男と女、天と地、破壊と創造。そう、それはまるで。あー好きそうだ。また四角から始まっちゃう。まあそれはまあもうご愛嬌です。ご愛嬌です。うわーすごい。新連載の扉絵だ。そう、新連載の扉絵一応書いてる。新連載の扉絵だ。すごい。はい。始まった。今日くん廃棄弁当持ってく？いいんすか？ツナマヨおにぎり、コーンパン、昆布、うわ、唐揚げ弁当まであるじゃないですか。佐々木パイセン、俺コンビニバイト始めてほんとよかったです。深夜の特権だよね。本業の方はどう？順調なの？いいバイトしてる。うちの子バイトしてる。コンビニバイトしてます。バイト側だったんだね。バイト側。バイトもしてる。でもそう、この子即日側近券っていうさ謎の券持ってるせいで金欲しがってる。金欲しがりキャラになってるからね。コンビニの深夜で廃棄弁当もらってるシーンから始まる。ああ、いい。やっぱなんかこう生活感から始めたいな。あ、いい。うん。佐々木パイセン出てきた。佐々木パイセンあれだね、センター分け系。あいついい消すかない。いい。大学生ぐらいです。本業の方はどう？順調なの？って。それがもう大変。双子用ベビー服ばっか売れてんの。どこよりも安くいいものって父さんは言ってるけど、実質薄利多売の愚策っすね。厳しいね。じゃあ京くんはどうしたいのさ。どうせすぐ着れなくなるんだから、激安の記事に適当な数字プリントしてメモリアル感強めて高く売るっす。クソ嫌なやつ。いい金にがめつそうな感じの子ですね。いや、ベリー良い。すごい好きなみたいな。あ、これナソナルのおっちゃんとアムの分ももらっていいっすか？つって。もちろんいいよ。つって。あざーすって。だから廃棄弁当をナショナル電機の店主のおじちゃんとなんか娘のアムの分もなんか持ってってるっていうところ、そういうね、あんまりこう裕福じゃない。2025年から上がり続けている双子の出生率ですが、今年はなんと 75% に達しました。うわすごい。依然解明されていないあの建造物との関連性を、ここです。ここ問題のシーン。問題のシーンだ。すごいよく覚えてた。ラフすぎて分かんないと思うんだけど、こっちはゲンさんが書いた字、こっちはわざとゲンさんが書いた字ってことだよね。そうこれはゲンさんが書いたぐちゃぐちゃした字で、これはわざとぐちゃぐちゃしてる字です。みんなには分かりづらい。みんなには分かんないと思うけど文字がぐちゃぐちゃすぎてこれね、文字化けてます、このセリフ。でこれさやが書いたこいつですね。お兄ちゃん。そう、お兄ちゃん。はい、東京タワーの時のキービジョン、文字化けで喋るっていう設定をなんかさやがすごい意気揚々と昔車の中で言ってたのを覚えててじゃあ入れるかと思って嬉しい、超嬉しい、手持ちのなんか謎の箱型のテレビね、レトロなテレビでニュースを見てると。でもなんか双子がめっちゃ生まれまくって、双子の出生率がめちゃめちゃ上がってるって。大丈夫かな、この世界のお父さんとお母さん結構大変だよ。2025年8月、地球からへその緒が生えたまたゲンさんみたいな話が始まるっていうやば。はい、見たい。もう年俸で払うからさこれめっちゃ分かりづらいけど、地球のとある点から宇宙にぐにょ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 って感じで、何かが一体どこに繋がっているのだろうかっていう謎のへその緒みたいなものが宇宙に向かって地球から生えているっていうところから始まる。めっちゃよ。もう間もなく生えますね。全然最後言葉発さなくなっちゃった。よすぎて好きすぎて、いいんだ。弟くんが我々の日常を生きてて、お兄ちゃんがちょっと突飛な存在になってるっていうのがもうとてもいい。ありがとう。かつアムちゃんと弟の方が結構仲良くて、でもアムちゃんはお兄ちゃんが好きなの。そこにアムちゃんを気にかける弟っていうのをセリフ出してくれたのでいい。
すごくいいよかっ弟くん多分アムちゃんのことちょっと好きだけど、アムちゃんはお兄ちゃんのこと好きだからってそうラブだもんね。あいいこの報われない感じもすごくいいちょっと双子をテーマにしてるっていう。まあ兄弟が多かったそう、からね兄弟双子なんじゃなかろうかっていう僕の勝手な判断。いい扉絵までついてるのすごいリッチじゃないなんか知らないけど誰かが新連載始める気でいるっていう。ねここでなんか特大新連載開始ってみたいなね、新進気鋭のなんちゃらそうそうそう記載みたいな、現るっつってドーンって夏目源ドーンっていうやつみたいなイメージでね。うわ好きどうしたらいいどうしたら源さんにこの続きを書いてもらえるみんなちょっと考えてほしい夏目さんち活休か。活休かこんな明るく言うことない。お互いに書かせたい漫画があるため活休しますって。いやもうぜひみんなやってほしい、これなんか相関図、相手に書かせたい相関図でお互い漫画を書き合うってこれで最高のプレゼント。いやそういいわ。いいわマジでいいわ、この企画思いついた自分にほんといや感謝、でもいいよ。多分みやちゃんが失踪した後におかけに入る。あそうそうあちなみにねこいつはねこあれねれおかけんでしょ。あそうかけのメガネだよこれはと思ってる。うん今はもう終わったから言うけどさ、うんフィールドワーク部のこのすずちゃんあれですよ、イラストやチャレンジのうんうん漫画版をこの間この動画でやったんですけど、この時に限界教師が顧問になってしまったやべえ部活だったじゃん。スズムシだかなんかの服持ってきてそうリーンリーンっつってはい先生のって言って持ってきたあそうやべえ子いたじゃん、やべえ子あいつが部長のフィールドワーク部ですこれ。すごいでもなんかお互いなんかさ過去作のさ、気に入ってるキャラクターのどうにかならんかなっていうどうにかこうなんかそういえばあの時いたなこいつみたいなやつをね。楽しかったほんとなんかすごい余韻があるまだ。ねどうやって続きちょっとみんなゲンさんにこれの続きを書かせる方法をコメント欄にどしどし書いてくれよお願いだよ楽しかった。みんなの力を俺に貸してくれ